ヘルダイバー。今回は新しいプライマリーウェポンのダブルフリーダムについて見てみましょう。ダブルフリーダムの単発ダメージは840で中速攻を貫通できる高威力ショットガンです。装弾数は2発でセミカボレーに射撃モードを変更できます。ボレーで撃つと数値的には1680という素晴らしいダメージになります。今のところこのようにストーカーを蹂躙できる武器はダブルフリーダムだけでしょう。ダブルフリーダムは定期的にスーパーストアで販売されます。金額は400クレジットです。この武器を全てのヘルダイバーにおすすめできるかと聞かれたら答えはノーです。この武器を入手すればビルドの幅が広がるというわけではないので、黄金度の解放が進んでから購入してもいいと思います。しかしダブルフリーダムは個人的にかなり気に入っています。購入を迷っているのであればこの動画で使用感を確認できますので参考にしていただければと思います。それではオートマトンから確認してみましょう。ボレーモードでハルクの通気口を撃つと一撃で爆発させることができます。しかしこれは距離が離れるとうまくいきません。12メートルと15メートルで比較してみましょう。ご覧の通り15メートル離れると爆発させることができませんでした。なぜこのような違いが出るのかというと、ダブルフリーダムは弾が拡散するので距離によってヒット数が変わるためです。壁についた弾痕を見れば分かりますが、このように弾が拡散します。ハルクの通気口はだいたい12メートル以内で撃つようにしましょう。セミモードは2回の射撃が必要です。ダブルフリーダムの高い火力を最大限に生かすには敵との距離を意識する必要があります。近距離でバーサーカーの胸を狙うとセミモードでも一撃で粉砕することができます。デバステーターの胸や足を狙った場合も同様です。近距離ならセミモードで倒すことができます。強化スカウトストライダーも骨盤か足を狙えばセミモードで倒せます。敵との距離が20メートルほど離れるとセミモード一発では倒せないことが多いようでした。少なくとも2発は撃つことになります。ただし頭を狙った場合は24メートルほど離れていてもセミモード一発で倒すことは可能でした。光線距離が15メートルほどの場合はボレーモードでの運用が望ましいでしょう。このように敵の中心を狙えば1回の射撃で倒すことができます。ちなみにリロード速度は弾を残した状態と撃ち切った状態とで違いはありません。どちらも 1.9 秒ほどかかります。ダブルフリーダムはエクソスーツを簡単に破壊できることが証明されました。またダブルフリーダムを使うときは包囲準備完了のアーマーパッシブと組み合わせるのが最適です。リロード時間が 1.4 秒ほどに短縮され弾数も40発から48発まで増やすことができます。セミモードで連射する場合は反動が大きい点に注意してください。最速で連射するとしゃがんで撃ってもこれだけ狙いがずれてしまいます。これを防ぐには照準が落ち着いてから2射目を撃つようにすると弾がまとまります。最速で連射した場合と比較するとこれだけ違いが出ています。オートマトンの話に戻りましょう。ガンシップのスラスターをボレーモードで狙うと最短2発で撃墜することができます。全体を狙って撃墜するにはボレーモードで4発は必要になると思います。タンクとキャノン砲の背面はボレーモードを2発で破壊できます。セミモードなら3回の射撃が必要です。迫撃砲や対空砲なども背面をボレーモードで撃てば1発で破壊することができます。ファクトリーストライダーについて見てみましょう。片側のハッチを狙うとボレーを5発で倒すことができます。狙う機会は多くないかもしれませんがプライマリウェポンの中では早く倒せる方です。覚えておけば狙う機会もあると思います。隣でオーストライダーが応援してくれていましたが彼は民主主義を理解していたのかもしれません。ある程度近づけばボレー一発でガトリングを破壊することができます。セミモードだと2発必要になります。次はターミニットについて見てみましょう。ストーカーはボレーモードなら一撃です。セミモードだと2発必要になりますが弾を当てるとひるむので対処はしやすいです。胴体に当たると倒すのに2発必要ですが頭なら1発で倒すことができます。インペーラーの弱点を狙うとセミモードで3発必要になります。弾は1発無駄になってしまいますがボレーモードで撃った方が早く倒せます。また接近して口を狙ったり装甲の隙間を狙った場合もセミモード3発分で倒すことができます。ベヒーモスのお尻を破壊するにはセミモードで3発必要でした。
つまりボレーで撃ってもリロードが必要になるので、実戦ではベヒモスの突進を2回はかわす必要があるということになります。プライマリウェポンの中では素早く破壊できる方なので、他に手段がなければ狙ってもいいでしょう。ダブルフリーダムだけでタイタンに対抗するのはおすすめできませんが、戦略支援なのでダメージを与えた後なら実用的だと思います。毎回同じ結果になるわけではありませんが、エアストライクを当ててからボレーで撃つと一発で倒せることもありました。アルティメイタムで仕留め損ねた場合はボレー2発で倒せる可能性もあります。 EAT がタイタンの胴体に当たってしまった場合を想定してみましょう。装甲がなくなった部分を狙うとボレーモードを8つほどで倒すことができます。狙うのが少し難しいですが、命中したかはヒットマークを見て判断してください。この状態で腹や胸を打っても効果は高くなかったのでやめておいた方がいいです。テルミットを使った例も見てみましょう。テルミットが刺さる位置によって結果は変わりますが、これは2つ分が胸のあたりで爆発した例です。胸の前にある小さな爪が壊れたので狙いやすいですが、爪が残っていると当てるのがもっと難しくなります。ボレー5発で倒すことができました。またテルミット2つをタイタンの腹で爆発させましたが、思っているよりダメージを与えることはできませんでした。接近してボレーモードで撃った場合でも倒すのに5回の射撃が必要です。ダブルフリーダムだけで対抗した場合は8発で倒すことができましたが、危険なのでおすすめできません。近距離だと腹部を1発で破壊できるので、3の噴射を止めたい時は狙ってもいいと思います。中型の敵についても見てみましょう。アルファコマンダーは 10m ほどの距離ならボレー1発ですぐに倒すことができます。しかし 13m ほどから撃つと1発で倒すことができませんでした。少なくとも2回の射撃は必要になります。頭部を狙えば 20m ほど離れていてもセミモードで破壊することができます。すぐに倒したい場合は頭部にボレーを打ち込みましょう。一撃で無力化することができます。同様にハイブガードをすぐに倒したい場合もボレーで撃つと一発で倒せます。セミモードでも頭に一発で倒すことはできますが、力尽きるまでラグがあります。胴体を撃つ場合は距離が近ければセミモード一発で倒すことができます。ウォリアーの頭を狙うならセミモードでも十分です。バイルスキューは腹を狙うときは爆発に巻き込まれないように注意してください。距離が 12m ほどならボレー一発で倒せます。30m ほど離れてボレーで撃ってみましたが、この場合は3回の射撃が必要でした。ダブルフリーダムは中速攻を貫通できるので頭を狙って撃つのが最適です。このようにセミモード一発で倒すことができます。走行を狙うとボレーモードで2発撃たないと倒せないので、できるだけ避けた方がいいと思います。ただしラプチャースピューアーの走行ならボレー一発で倒すことができます。ダブルフリーダムで敵の群れに対処するのは厳しいので、アードドッグと組み合わせるのがいいと思います。ホットドッグについてはこちらの動画でまとめてあるので参考にしてみてください。小型の敵に対してはボレーモードだと弾が無駄になってしまうので、セミモードでの運用をおすすめします。次はシュリーカーの巣について見てみましょう。ダブルフリーダムを使うと思っているよりも早く破壊できたので驚きました。ボレーモード4発で破壊することができます。また距離 100m から撃った場合は5回の射撃で放射噴出機を壊すことができました。テルミットと合わせるのも効果的です。ボレーモードなら1発、セミモードだと2発で破壊することができます。大量のシュリーカーを相手にするには向いていない武器ですが、当てること自体はそこまで難しくありません。翼に当たっても大抵の場合は1発で倒せるはずです。次はイルミネートについて見てみましょう。ハーベスターはシールドの破壊も含めるとボレー4発で撃破することが可能です。足の関節を狙ってボレーを3発撃ち込めば完了です。シールド発生装置を壊す場合はセミモード一発で壊せます。フレッシュモブは顔にヒットすればボレーモード3発で倒すことができます。うまくいかなくても大抵の場合は4発撃てば倒せるはずです。オーバーシアーの胴体を狙った場合はセミモードで3発必要になります。つまりボレーで撃ってもリロードをしないと倒せないということになります。また同じ部位にヒットするように撃たないと倒すのに時間がかかります。このように腕などに当たってしまうとセミモードで5回の射撃が必要でした。30m 先のオーバーシアーを撃ってみましたが、この場合はボレーで3発必要でした。
頭を狙うならセミモード一発で倒すことができます。ウォッチャーを倒す時もセミモードで十分です。大量のソウルレスを相手にするのは厳しいので、やはりガードドッグと組み合わせることをおすすめします。セミモードで撃って倒せないことは少ないですが、ダブルフリーダムだけで対抗していたら弾薬がなくなってしまうでしょう。スティングレイに対してはボレーを2発必要がありますが、1ターンで撃墜することは可能です。マーク線のシールドはセミモード4回の射撃で破壊できます。つまりボレーで撃った方が素早く破壊できるということです。思考か乱装置の発電機はセミモード一発で破壊することができます。ダブルフリーダムについてはいかがだったでしょうか。個人的には気に入っていますが、皆さんの感想もコメントで教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。